こんにちは。ボールパイソン専門店のデューレプタイルズと言います。今日はですね、ボールパイソンをどんなケージ、部屋に入れて飼ったらいいのか、またうちで飼っているのかというのを少しご紹介したいと思います。今日ベビーの話になりますけれども、ですね、だいたいサイズで言うと、生体がトグロを巻いた状態の3倍から4倍が適正サイズと言われています。この子で言うと、これぐらいの状態、なかなか元気でボールにならないけど、3倍ぐらいですね。4倍ぐらいあってもいいかなと思います。あんまり大きすぎると生体が、ボールが不安になってしまうので、あんまり大きすぎない。またあんまり高さがありすぎても今度はですね、ボールって結構高さがあれば立体的な行動はするんですが、高さがありすぎると温度とか湿度のキープが難しくなってくるので、あまり高すぎずあまり大きすぎないという方がいいかなと思います。逆にどれぐらい小さくてもいいのということに関してですが、あんまり小さいとやっぱり窮屈なので、成長が少し遅くなったりすることがあるとも言われています。形についてはですね、これ見ていただくと分かると思うんですが、長細いんですね。で、長細い方が良いです。なんでかっていうと、ボールパイソンを飼うときには一般的にホットスポットと呼ばれる暖かい場所を作ってあげる必要があります。なんでかっていうと、消化の時とか体を温めたい時は暖かい方に移動して、で温める必要がない、ちょっと暑いなっていう時は寒い方に移動して、自分で調整できるように暖かい場所を作ってあげて、また涼しい場所を作ってあげるというのが飼育上適していると考えています。でそのためにはですね、ある程度長さがある方が暖かい場所と涼しい場所の温度勾配が取りやすいので、あんまりこれがですね狭すぎると小さすぎたり、普通の長さがないと暖かい場所の暖かさが涼しい場所にまで侵食していってしまって、涼しい場所が作れないという風になってしまうんですね。なので、暖かいとか暑いとか寒いとかっていうのをボール自身がコントロールできるように、長さのあるケージだとボールにとって、都合がいいかな、優しいかなと思っています。またですね、爬虫類を飼おうとすると一般的にそのケージっていうのは透明であることが多いんですね。外からも見えるので、これ半透明ですけど、もう完全にアクリルで透明なボックスなんかをお使いの方やご覧になったことのある方も多いと思うんですけれども、生態にとってのベストというのは透明ではない方がいいと考えられています。それはですね、常に誰かから見られているという緊張が発生してしまうんですね。もちろんボールパイソンは視覚で何かを判断しているというよりは、温度とか匂いとかそういうもので判断をしていますけれども、やっぱり光とか誰かに見られている、誰かが通っているっていうのも感じることができると言われていますので、本来は透明でない方が生態にとってはベストということはどこかで覚えておいていただくと良いかなと思います。そうは言っても、せっかくお迎えしていただいて飼って一緒に暮らしている中で、ボールの動きとか、普段から見ていたいという気持ちもあると思いますので、そこはなんていうか折り合いをつけながら、ちょっとこっち側も過度に刺激するのは我慢をして、ボールの方にもちょっと見られるのは我慢してもらって、慣れてもらってという折り合いをですね、その子たちとつけていってあげると良いかなと思います。稀にもう本当に恥ずかしがり屋で、怖がり屋で、透明だともう丸まっちゃって餌も食べなくてすごく怯えるような個体もいるんですけど、出てきてしまうんですけど、そういう場合はですね、シェルターというものを置いてあげて、ボールが隠れるようにしてあげると、透明な個体で透明なケースを使っていても安全かなと思います。あるいはですね、ガムテープ、黒いガムテープで貼ってあげたりとか、あとはタオルをかぶせてあげたりとか、そういうことをしてあげて、あまり外のですね様子が伝わらないようにしてあげると安心するということがあります。あるいはこういう完全に半透明なものも売っていますので、半透明じゃない、完全に透明じゃないものも売っていますので、こういうものに入れて飼うであげると安心するという子もいるかなと思います。最終的にもう大人になってどんなに育ってもこういうものでしか飼えないというボールは、本
当に稀だと思うので、基本的にはお迎えいただいた後とか、何かボールに対してその強い刺激があって、過敏になっている、特別臆病になっている、あるいは特別な理由はないんだけど、なんか知らない、生き物なので何か知らないけど臆病になってしまっているという場合に、一時的にこういうものに入れてあげたり、あるいは、シェルターを入れてあげたりとケアをしてあげるというのも良いかなと思います。シェルターを入れるとボールが臆病になるというのですね、意見もあって、なるべくシェルターを入れない方がいいという意見もありますけれども、それはその通りだと思います。シェルターがあるとそこに入ってしまってそこに落ち着くということがあると思いますけど、一時的であるっていうことが多いっていうことと、あとはなんていうんですかね、もうシェルターから完全に出てこないっていう場合は、ボールにとっても出たくない、今は明るいところで、行きたくないということなので、どうしてもシェルターがないと生きていけない子っていうのも稀にいるんだっていうことはちょっと覚えて、心のどこかで思っていていただいて、そういう子と出会って、そういう子を飼われた場合にそういうケアをしながら一緒に生きていくっていうことも大事かなと思います。人間の側に都合を合わせて、飼っているというか飼わせてもらっているっていう気持ちはやっぱりどこかにある必要があると思うので、いやいやもう強く育てるからシェルターなんていらないんだみたいなのに振りすぎるよりは、うちの子はどういう特徴なのかな、なくてもやっていけるかな、今はないとダメかな、もうシェルターとか完全な不透明なものじゃないとダメな子なんだ、ボールによく聞きながらその子の個性に合わせてあげるという優しさも大事かなと思います。でそういう子と出会った場合には、それが縁だったというか、そういう性格、また命に向き合って付き合って寄り添って生きていくというのが飼育者というか、飼育者の方のマナーや礼儀ではあるかなと思います。ただそういうのは稀だとは思いますので、基本的な飼い方としては長方形の方がいいんじゃないかっていうことと、暖かい場所と冷たい場所を作ってあげるといいんじゃないかっていうことと、全体とぐろを巻いた時の3倍から4倍ぐらいの大きさのところに入れてあげるのがいいんじゃないかっていうことです。今日はボールパイソンの部屋、家、ケージ、タブについてお話をしました。チャンネル登録もよろしくお願いします。